霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著9新居。一通り見物が済むと私たちは再び岩屋の中へ戻ってきました。すると神様は私に向かい、早速修行のことにつきて勘でくくめるようにいろいろと説き諭してくださるのでした。これからのそなたの生活は現世のそれとはすっかり趣が変わるから、一時も早くそのつもりになってもらわねばならぬ。現世の生活にありては主なるものが衣食住の苦労。大概の人間はただそれっきりのことにアクセクして一生を過ごしてしまうのであるが、こちらでは衣食住の心配は全然ない。だいたい肉体あっての衣食住で、肉体を捨てた誘拐の人間はできるだけ早くそうした地上の考えを頭の中から払いのける工夫をせねばならぬ。それからこちらの住人として何より慎まねばならぬのは恨み、そねみ、またもろもろの欲望。そういったものに心を奪われるが最後、つまりは誘拐の亡者としていつまでたっても浮かぶせはないことになる。で、こちらの世界で何よりも大切な修行というのは精神の統一で、精神統一以外にはほとんど何者もないと言える。つまりこれは一心不乱に神様を念じ、神様と自分とを一体にまとめてしまって、他の一切の雑念妄想を払いのける工夫なのであるが、実地にやってみると、これは思いのほかに難しい仕事で、少しの油断があれば、姿はいかに首相らしく、神様の前に座っていても、心はいつしか悪魔の胸に通っている。中身よりも上辺を尊ぶ現世の人の眼は、それで結構くらませることができても、こちらの世界ではそのごまかしは効かぬ。すべては皆神の目に映り、またある程度お互いの目にも映る。で、これからそなたも早速この精神統一の修行にかからねばならぬが、もちろん最初から全くを望むのは無理で、したがってある程度の過ちは見逃しもするが、目に余るところはその都度厳しく注意を与えるから、そなたもその覚悟でいてもらいたい。また何ぞ望みがあるなら、今のうちに遠慮なく申し出るがよい。無理のないことであるなら、すべて許すつもりであるから。ようやく寝床を離れたと思えば、もうすぐこのような厳しい修行のお催促で、その時の私は随分つらいことだと思いました。その後こちらで様子を伺っておりますと、人によりては随分緩やかな取り扱いを受け、まるで夢のようなのんきらしい生活を送っているものもたくさん見受けられますが、これはどういうわけか私にもよくわかりませぬ。私などはとりわけ厳しい修行を仰せつけられた一人のようで、自分ながら不思議でなりませぬ。やはりこれも御霊の因縁とやら申すものでございましょうか。それはともかくも、私は神様から何ぞ望みのものを言えと言われ、いろいろと考え抜いた末にたった一つだけ注文を出しました。おじい様、どうぞ私に一つのご神教を授けていただきとう存じます。私はそれをご神体としてその前で精神統一の修行をいたそうと思います。何かの目当てがないと、私にはとても神様を拝むような気分になれそうもございませぬ。それは至極もっともな願いじゃ。直ちにそれをいただいて使わす。おじい様は心よく私の願いを入れ、ちょっとあちらを向いて黙祷されましたが、もう次の瞬間には白木の台座のついた一体の御鏡がおじい様の手のひらに乗っていました。右の御鏡は早速岩屋の奥の程よき高さの壁のくぼみに据えられ、私の礼拝の最も神聖な目標となりました。それからもう404年、私の境外はその間に幾度も幾度も変わりましたが、しかし私は今もなおその時いただいた御鏡の前で正座黙祷を続けておるのでございます。